今日は曲の低音を強くするためにはどんなスタイルが有効か解説していくよ。低音を強くするにはいろいろな方法がある。今回は3種類の方法で低音を強めてみるね。まずは単純に低音を強調するスタイル。ベースブーストを使うと低音を強調できる。次に音程を下げるって方法もあるよね。これはローピッチスタイルで実現できる。最後に低音担当の楽器を強調する方法。今回はダークベーススタイルを使うよ。ダークベースは疑問に思う人も多そうだから、なぜこれを選んだか補足説明しておくね。まず、なぜベースにしたのかの疑問。低音担当の楽器にはバスドラムもあるよね。でもバスドラムをスタイルで強調すると曲のリズムが大きく変わってしまうんだ。他のスタイルの曲調を壊しちゃうから、今回はバスドラムのスタイルはボツにしたよ。次に、なぜダークにしたのかの疑問。ベースを修飾する単語は他にもいっぱいある。実はベースをスタイルで強調するとアップテンポになってしまいやすいんだ。このアップテンポの性質を中和するためにスローテンポになりやすいダークを入れてるよ。さて、それじゃ実例を聞いてみようか。まずはバラードに3種類のスタイルを混ぜるよ。低音の響き、どの夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、多音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音よね。君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。3種類のスタイルを使って曲の低音を強くしてみたよ。ベースブーストは低音を強調する。その代わり高音が多少抑え気味になるね。曲中に新たに低音を追加したりはしない。だから他の2種より効果は分かりにくいかな。ローピッチは曲の音程を下げる。カラオケでキーを下げるような効果があるよ。かなり大胆な効果のスタイルだけど、だからこそ効果が分かりやすいとも言えるね。ベースやバスドラムの音の強さなんて気にしたことない人もいるんじゃないかな。低音楽器に興味のない人にとってはローピッチが一番有用なスタイルかもね。ダークベースはベース音を低く強くする。でもそれ以外の音には影響を与えない。ベースが目立たないジャンルで使うとあまり効果を感じられないスタイルかな。逆にベースの目立つ曲ではかなり効果がある。ということでまた実例を聞いてみようか。
チップチューン、モードジャズ、ドラムンベース。この3ジャンルではどんな効果が出るかな。低音の響きと平穏の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。どの響き、コードの夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。この歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低の響き、抵抗の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音の響き、高音の夢、君の声が僕を導く。二人で奏でる可能性、世界へと届けようこの歌を。低音を強める3種類のスタイル、それぞれの個性が分かったかな。どのスタイルも指示通りに動くから汎用的に使いやすいスタイルだと思うよ。動画では効果を分かりやすくするために頭文字大文字2回入力で使ったけど、本来は軽めに効果を出した方がいい。1回入力の方が無難だと思うよ。それじゃまたね。